僕は元グレイナイト、今は惑星総督だ。復活を果たしセカンドライフを手に入れた僕は、必ず平和な惑星を作り上げる。お疲れ様です。特別講習アダッス。クソ偉いのに光栄っす。彼女ら裏若きバトルシスターは我が惑星唯一の戦闘修道女である。この修道会は君らを中心に始まっていくんだ。惑星のトップが導くのは当然だよ。現場主義素晴らしいです。ターミネーターはちょっと皇帝陛下っす。調子は動けんと飽きませんわ。さて、この前なぜ僕が惑星総督になったか気になると言ってたよね。言いましたっけ？言った。いややっぱ言ってないかも。今回はその過程で古代の秘宝について教えようと思う。古代の秘宝きたー。こらガンガン奇跡起こせますわ。そもそも私が惑星総督になったのは古代の秘宝、STC を見つけたからだ。STC？ 何それ？プロレス技？ STC とは、一言で言えば何でも作れる装置である。今何でもって言いましたよね。何でもとは言ってない。なぜなら装置を動かすにはデータ入力が必須であり、古代の人類文明のデータを入手しなくてはいけないからだ。自分でデータを入力できないんですか？てかそんなのあればやりたい放題じゃねっすか？なのになんで帝国過酷なんや。こればっかりは一言じゃ説明できないな。STC とその人類史について話したいが、ついていけるかな？ハリボテだけのシスターにはなりません。文武両道目指すんでガンガン学ぶっす。かかってこやー。いい返事だ。それでは長くなるから気を引き締めて聞いてくれ。王子エンペラー。歴史は15000年時代まで遡る。長。その時代の歴史は、暗黒技術時代と言われていた。今も暗黒円未来とか言ってますよね。ところが名前とは裏腹に、人類の科学技術が頂点に達していた黄金時代だったんだ。どこが暗黒やねん。そう思うだろ？それは人類が科学に溺れ、神々への信仰を忘れた結果罰が当たるからなんだ。焦らず一つ一つ話していくよ。彼らはその技術を存分に使い、天の川銀河の隅々まで進出し、人が住めない環境でもテラフォーミングし、人類に適した惑星へと変えていったんだとか。科学力がえげつねえ。しかしまあ行き過ぎたテクノロジーは、ついに人工知能の暴走を起こしてしまう。すなわち、機械による反乱だ。ああ、機械心なめたのですね。そらしばかれますわ。優しくしたらんと。きっと君たちの考えも正しいだろうね。人間以上の知力と進化の速さはまさに機械心。機械から見れば人類なんて、傲慢なくせに矮小な存在でしかなかっただろうさ。機械さんいつもライブの時お世話になってます。皇帝陛下の次に崇拝して祈ります。いつかあなたの歌を作ります。ともあれこの戦争は、機械の神が人類へ天罰を下したと言われている。映画を誇っていた人類は徹底的に神々に罰を受けてしまうわけだ。神々ですか？機械心だけじゃなくて？ここはすごく資料が曖昧なのだが、この時代に初めてサイカーが観測されたとある。激動の時代ですやん。そしてそのサイカーが戦乱を起こしたり、ついにはディーモンが爆誕したり、はたまたワープ航行ができなくなり人類が孤立したのもこの時期だとか。とことんやばい時代伝だな。そうだ、一つ一つ説明していっては本筋どころかどれだけ時間がかかるかわからない。ともかくこの授業で伝えたいのは、技術の最先端からある戦乱で一気に大敗したんだ。その大敗っぷりは凄まじく、地球なんかは皇帝陛下が現れるまではおるく顔負けの暴力時代だったんだとか。衰退しすぎでは？当然植民地としてた惑星も、地球との連絡が途絶えて完全孤立。輸入が一切ない状態で異種族や悪魔、サイカー、ミュータント、その他の環境悪化などにやられるのは想像できるだろ。考えるだけで退席したくなります。かろうじて生き残った人類の文明も、黄金期から衰退して独自の文化を保ったらしい。あ、その時に STC がなくなったんですね。話が早いね。そうさ、この大敗により STC なんて超技術は誰も引き継げなかったんだ。それで古代技術なんですね。そら今見つかったらウハウハですわ。アコギな商売やでほんま。そう、アコギな商売でウハウハして私は惑星総督となったのだ。おめでとうございます。この配分を豊かにしてください。うちの配分も安泰でんな。しかしそうもいかないんだ。何せ STC のデータが見つかっただけで、STC 本体はこの世界のどこにも見つかってないからだ。STC は、そもそもデータをインプットしたものを、自動作成してくれる優れものだったんだ。それすごいではないですか。だが STC に限らず、この世界にも自動生産ラインなんてのは火星にしかない。そのかろうじて残ってる自動生産工場も、火星技術者たちは一切わからないブラックボックスなんだ。古代の技術本はすごい。そうさ、今の大敗しきった時代から、黄金時代の技術なんて誰も理解できない。現在の我々ができるのは、黄金時代の設計図を手作りでなぞって作るのみなんだ。旧人類め、罰当たりなことしやがって。その意識もあって、火星技術者たちは機械心への祈祷を忘れず整備してるよ。あれってそんな意味あったんですか？火星人だけじゃない、君たちの戦車エクソシストだって、不備があっても気難しい機械精霊として祈って使ってるんだよ。戦車くらい叩いたら治るっすよ。それ絶対やめてね。機械精霊じゃなくて信者たちに殺されるから。王子エンペラー。それにほら、機械の力を感謝もなく使い続けて罰が当たった歴史を学んだんだ。君たちも同じようにはなりたくないだろ。確かに。叩いてごめんなさい。そう聞くと恐れますわ。そういうことだ。現に今は神も悪魔も証明されたんだから、いつ機械の神が我々を罰するかわからない。今ある平和も決して当たり前と思わず、良き方向へ進む努力を怠らないことだ。王子エンペラー。じゃあ今日はこの辺で。惑星 P、プリーストの略？どうしたんだい？惑星 P が見つけたデータは何だったんですか？よくぞ聞いてくれた。私の見つけたデータはサイリウムだ。なんすかそれ？サイカーの光線かな？サイリウムとは、光る棒のことさ。すげー。
革命ですよ。暗い道も大丈夫。夜に本読めるぜ。ははは、すごいだろ。一体なぜこんなに彼女たちがサイリウムで驚いてるのかと疑問に思う視聴者もいるだろう。それは当然、なぜならこの、帝国の廃部しては電力がほぼ壊滅しており、電灯すら上流階級に許される嗜好品なのだ。そして下級労働者が暗所で労働する場合は、ろうそくの明かりを頼りに事務作業している。例外として光る棒は帝国兵が軍備として持ってはいるが、庶民の手に渡るはずもなく、なんならそれも非常に危険な汚染物質から作られてるため流通も使用も許されるわけないのだ。そんな世界で、携帯できる上に緊急時に明かりとして使える照明は、その見た目の通り、希望の光そのものなのである。そんなの LED の発明より画期的ですよ。古代ノーベル賞総なめっす。エジソンも涙流してますわ。君ら何気に古代寺に詳しいよね。そんなことないっす。だが悲しいことにこのサイリウムの使用は許されていないんだ。いや、それで惑星総督なったんですよね。ああ、だがサイリウムの発見をした功績でなく、STC のデータを見つけた点だけが評価されてるんだ。なんで？まず帝国の主な照明であるろうそくは、帝国奉仕者の体から作られてるのは知ってるよね？はい、いつ聞いても頭おかしいなと。何千年と人の転生したろうそくを神聖と崇めて使ってた文化なのに、明日からいきなりろうそくがいらないと言われてみなよ。でもろうそくだって輸入止まったりと安定した供給されるわけじゃないですよ。そうだ、だから下級労働者は常に暗い中作業してて、サイリウムがあればきっと労働に活かせるはずなんだ。じゃあ喜んでサイリウム振り回しましょうよ。それでも宗教上の理由でダメだった、殉職転生したろうそくへの冒涜だと。ワードの配列と使い方が狂ってる。で、もう一つの理由が、サイリウムの原理が解明不能だった。発光物質は安全と証明したのに、原理不明ってだけで汚染物質や異端やらボロカスに言われたよ。科学者に理屈が通じないってどういうことなんですか？不明だが便利な機械を使ったら混沌の汚染がひどくて呪われたなんて話もあるからね。現実と幻想のダブルパンチで頭がおかしくなりそう。だがサイカーの私が確認したから混沌汚染は絶対ないと断定したいところなんだが、火星の人たちも異端審問もサイカーを信用していないから余計に通したくないみたいだ。どないで1周年。悲しいだろ？ STC のデータが見つかって大喜びするくせに、そのデータこそ認められるもサイリウム自体は否定される。暗黒技術時代は行き過ぎた科学をこじらせた結果というのなら、この4万年世界は行き過ぎた信仰心をこじらせ、危うい方向へ向かってるように思うよ。幼き修道女にはきついですよ。こんな形で大人になるなんて、シサイピーごめん汚れちゃった。そんな汚れは拭けば取れる。シサイピー。汚れた世界に見えるかもしれないが、逆に言えば信心深き者は敬意を払われる。どれだけ汚れても祈祷と献身を絶やさなければ誰でも聖職者だ。けれどシサイピー。帝国の腐敗が強すぎます。さすがに嫌いになりそうです。ならば君たちの好きのために尽くしなさい。君たちは何が好きで毎日修道女として勤めている？廃部の人たちが好きです。シサイピーが好きです。歌は大好きです。ならばそのためにできることを全力でなさい。ちょうど新しい古代寺の曲を作成してきた。さすがシサイピーです。 P で右に出る者はいないっす。シサイピーこそナンバーワンっす。君は作曲 STC か何かなの？我々でこの惑星の STC を盛り上げるぞ。フォージエンペラー。こんなん視聴者置いてけぼりやん。まずは基本だ。戦車が動かなくなったらどうする？首を調べます。正解、一般人ならそうだが修道女はそれではダメだ。フォージエンペラー。機械の調子が悪いのは機械精霊が人類の扱いに不満を漏らしている証拠だ。その心を鎮めるために日々機械精霊へ伝えるためにも毎日の祈りを絶やすな。フォージエンペラー。では次、ここぞという時に戦車が急に止まってしまった。なぜだかわかるか？日々の献身が足りなかったからです。バカ者、それは貴様らの日々の祈りに怠慢があったと言ってるようなものではないか。フォージエンペラー。相手は神であり信者であり、状況は絶対に折れてはならぬ戦場だ。後ろ向きな言葉なんざ舞台の式を下げるだけだ。一例として私はそれらは機械神の心は人類に到底理解できない。あるいは真理から現実世界に健全される際に起こる高等な事象に過ぎないと叫んでいた。シサイピー全く意味がわかりません。安心しろ、私も全然わからなかったが部隊の士気は爆上がりして戦車を守り続けた結果戦車は再起動されて敵部隊を殲滅した。それはマジで奇跡っすわ。お前たちの歌もそのためにあると思え。真実よりもその場のテンションで押し切り無理やりにでも奇跡を起こす歌こそ修道会だ。フォージエンペラー。惑星総督の命令で歌の査定に来ましたが、助かる、見るからに機械と一体化してるあなたなら火星連中へ歌を進められるかどうか、ぜひ一旦なき意見をお聞かせ願いたい。火星人は一筋縄ではありません。サイリウムの件も賛成派と反対派が議論して中止されたんです。元より勝つまでやるつもりだ。戦場でしていることと何も変わらん。ならば私から言うことなんか何もありません。さっさとぶつけて異端扱いされながら戦いましょう。そうこなっては。納期になるのも修道会のバグなの？大
戦です。急進派と保守派が歌の良し悪しを巡って内戦を始めました。サイリウムと押す手段がどうして戦争の火種になってるの？聞いての通りだ。初の大戦争だがこれまでの訓練を思い出して戦え。王子エンペラー。安心しろ。最前線には私が立つ。貴様らは後ろから離れるな。王子エンペラー。前回平和を願ったんだけどな。これは絶好のチャンスだ。新曲を爆音で流し惑星中に我々の勝利を見せつければ間違いなく異端認定されるのは相手の方だ。王子エンペラー。大丈夫、汚れてない。さあ、まずは惑星中に新曲を流して市民の士気をこちらに傾けるぞ。王子エンペラー。何かあったら処刑されるの僕なんだけど。おはようございます、機械神様。今日こそ目を覚まして、この戦車、この方針に奇跡を満たしてください。結局戦争は起こらなかった。惑星中に機械神への新曲賛美歌を流したら、こちらの機械は全力でフル稼働し、相手の機械は全て動作不能を起こしたのだ。機械神そのものが選択したとしか思えない結果にさすがの星派も黙るしかなく、サイリウム使用案件は完全勝利を収めたのだ。侵攻は混沌に繋がるとかの皇帝陛下はおっしゃったそうだが、かの混沌が爆誕したように、我々の知らぬところで機械神は、生まれてるのだろうか？そう考えさせられるほど、今回の奇跡は決まっていた。全編